あんなにいい人そうだった人がリーダー層に上がった人、権力を持った人は何度でも堕落する。政治の世界で言えば分かりやすいかもしれないけど、頭では分かってるけどどうしても本能に迫ってくるような内容、そこで飲まれちゃうと堕落しちゃう、やべえやつになっちゃう、誘惑に対して勝てるかどうかっていうのはだんだん別の話になってくるっていうことで、もう本能に迫ってくるぐらいの強い誘惑に対して勝てるかどうかは生命力の話になってくるって話で、それは蓮華の生命じゃなくて無理だって話ね。泥に染まらない生命、泥に染まらない生命を引き出すっていうことがもともと宗教っていうか始まりなわけだ。これが今仏教とか言われてるけど、その方法だからこれ頭でやれるところはやっぱ限度があるっていうね。その先のものに勝てる絶対的な強さ、それを育むのが信心だぞと。で今回ね、河本長くやっていきました蓮華の話でございますが、はい、今回が最終回でございますからね。いよいよクライマックスね、もう一頑張りしていただいてって感じでございます。下手な植物学者よりも詳しくなっちゃったんじゃないのこれ。いや蓮華についてはどんどん勉強したらしただけ得になるような花だと思いますね。ちょっとあまりにも深すぎるわ。すごいね蓮華は本当に。見に行こうそうだ、見に行こう見に行こう。いきます。はい。一切の訪問は蓮華の2時から。池田、蓮華から万物が出生するという思想は華厳教の蓮華像世界などでも展開されていますが、詳しくは略したい。日蓮大聖人は蓮の一時について、万法の根源、一心三願、一年三千、三体、六足、境地の縁由、本尺の所詮源、蓮の一時より起こるものなりとされている。また一切の訪問は蓮華の二時より起これりとも仰せです。万物を生む蓮華といっても、その究極は南妙法蓮華経以外にない。蓮華と太陽について話は尽きないが、また別の観点があるだろうか。斉藤、共感の蓮華ということが説かれますが、一説にはこれは心臓のことであり、心臓は同時に太陽であるとされます。池田、心臓が蓮華であるというのは、心臓の形がちょうど蓮華がつぼんでいる姿に似ているからだね。しかも心臓には筋脈がついていて、8つに分かれているように見える。それで心臓のことを八葉の蓮華とも言った。なるほどっていうかね。そういう風な見方をされてたんだ。知らんかった。心臓のことを八葉の蓮華と言われてたと。インド、古代インドでは人間の体をブラフマン、ボン、宇宙の根本原理が住むブラフマンの都と考えました。心臓はその都の中の小さな白蓮華の宮殿としています。池田、心臓が蓮華というのは分かったが、同時に太陽でもあるというのは説明が必要だね。斉藤、はい。人間の心臓と太陽は微細な脈管でつながっていると考えられていました。太陽の光を栄養として心臓の中のアートマンが活動していると考えたのです。須田、要するに心臓を動かし人間を生かしている生命エネルギーは太陽エネルギーに由来しているということでしょうか。池田、そう見れば現代科学の見識にも一致するね。食物連鎖をたどれば全てのエネルギーの根源は太陽光線にある。太陽は地球上のあらゆる生命の母だ。人間の営みも全て太陽の恵みがあればこそです。要するに太陽も蓮華も宇宙のエネルギーの根源を象徴している。その塔体は南妙法蓮華経であり、妙法は即太陽、即蓮華です。人に即して言えば大聖人が太陽であり蓮華です。なるほどね。太陽を浴びたらね元気になるとか、そういうことはありますけども。そうか、食物連鎖をたどると全てのエネルギーの根源は太陽光線にある。確かにそうですよね。じゃがいもとか我々が口にしているもの、太陽光が太陽の恵みでございますからな。そうね。野菜が美味しく感じられるかもしれない。食べ物に感謝できるようになるかもしれないな、これで。いやもうぜひぜひって感じです。深まりそうですな。なんていい道徳教育だ。道徳教育の意味合いもございますよ、ね、義務教育に入れてやって。いい世界ですよ太陽も蓮華も宇宙のエネルギーの根源を象徴しているということで、日蓮っていう名前がまたそういった意味合いがあるというか、っていうような、人々な意味合いで日蓮っていう名前を付けられたというかね、いう形ですよ。
ね、このくだりから考えたら日蓮ってとんでもなくすごい名前ですよね。人参の意味があったということになりますよね。ねえ、名前負けしそうだわ。誰が俺がつけられたらボンプがつけられたらもうそれはもうちょっと耐えられんかもしれない。最後でございますね。はい、行きましょうか。はい、日蓮また日月と蓮華とのごとくなり。斎藤自由の菩薩も人力本では太陽に例えられています。日月の光明のよくもろもろの異名を除くがごとく、この人は世間に行じてよく衆生の闇を滅し、そうすると自由の菩薩もまた教主釈尊と等しく蓮華であり太陽であることになりますね。ここがポイントなんですよね。釈尊が仏界を表現してて、十の菩薩は菩薩界を表現してとかいう話じゃないんですよ。等しく蓮華であり太陽であると、ここがややこしいんですよね。ここをしっかり捉えることで十の菩薩像が解像度高まります。なるほ池田、そう、この人力本の門について大聖人はこう仰せです。上行菩薩末法の初めの500年に出現して南妙法蓮華経の5字の光明を差し出して無明煩悩の闇を照らすべしということなると。末法で法華経の寛容である南妙法蓮華経を愚通される大聖人こそが上行菩薩の最短であることを示されているのです。さらに一切のものにわたりて名の大切なるなり日蓮と名乗ること自下仏上とも言いつべしと仰せです。この上行菩薩っていうのは自由の菩薩の最初に出てきたリーダー、4人のリーダーって言いましたね、そのことですね。はい。須田自下仏上とは自ら仏の境地を悟ったということです。大聖人ご自身が仏であり、その悟りを日蓮という女に込めてあるということですね。よくよくの覚悟でつけられたっていう、名乗られているってことになりますよね。大革新じゃないと、大革新の門ですね、さっきのところ。遠藤四条金吾夫人へのお手紙でも法華経は日月と蓮華となり故に妙法蓮華経と名付く。日蓮また日月と蓮華とのごとくなりと仰せですね。池田日蓮という女を名乗られたこと自体が大聖人こそが法華経のご当体であるということです。大聖人こそが末法の全民衆を永遠に照らす太陽であり、諸仏を生んだ根源である正常の蓮華、中んずく白蓮華であることを示されたものなのです。日蓮という女については重々の神義があり、詳しくは日韓上人が日蓮の二字のことにまとめられておられる。結論を言えばお名前自体が大聖人こそ末法の法華経の行者でありご本仏であるとの大宣言なのです。斎藤大聖人門下である私どももまたそれぞれが太陽となり蓮華とならなければいけないということですね。池田自分が太陽になれば人生に闇はありません。自分の毎日はもちろん他の人をも明るく照らしていける。自分が蓮華になれば煩悩の泥沼も即幸福の菩提にしていける。ゆじゅっぽんに如蓮華在水とあった。私ども自由の菩薩は世間の泥沼の真っ只中に入っていく。決して現実から逃げない。しかも絶対に世間の汚れに染まらないということです。なぜなのか、それは使命を忘れないからです。大聖人は自由の菩薩について、ただ唯一大事の南妙法蓮華経を愚通するを元とせりと仰せです。光線ルフです。釈伏精神です。光線ルフのために一切を捧げていく信心が自由の菩薩の魂です。これをなくしてしまえば、どんなに立派な格好をしても、心は世間の方に染まってしまう。須田世間の法とは国王大臣より所領を賜り官位を保うともそれには先せられず方々の供養を受けざるをもって不全世間法とは言うなりと仰せです。権力者などからどんなに富や地位で誘惑されても絶対に信心を曲げないということですね。池田絶対に同志を裏切らないということです。裏切った人間は末路は哀れです。昔も今も光線ルフのために我が身を捧げる殉教の信心こそが日蓮大聖人が身をもって示してくださった法華経の精髄です。その崇高な前進の中にこそ
寒気の中の大寒気の太陽が昇るのです。そして我が身そのものが黄金の蓮華のごとく、千葉の蓮華のごとく、福育たる幸福の灯体と花咲いていくのです。光線ルフとは、社会に慈悲の太陽を昇らせ、幸福の蓮華を広げていく運動なのです。はい、いうことでございます。はい。蓮華について長く学んでまいりました。お疲れ様でございますね。お疲れ様です。いうことでございまして、池田先生は寒気の中の大寒気、太陽が昇るっていうね、よく指導されるんですが、その太陽が昇るっていう意味がこれである程度はっきりしたんじゃないですかねって話ですが、なるほど。それはもう蓮華でもありますし、太陽と蓮華っていうのは南無法蓮華経ですよこれ。仏界のことですねこれ。挙句の果てに心臓も蓮華だし、人間みんな太陽。で結構前に南無法蓮華経は地獄より下にあるみたいなね話ありましたが、それで嫌なものも上がってくるが、その暗闇の後に太陽が上がってくる、もう、光り輝いてくるんだっていうね、もうそれを確信して題目していくしかないですけどね。そうね。問題なのは一回暗くなるんじゃないかと思っちゃうわけですよ。太陽を上げてるつもりなのになんか暗くなってねえかみたいななんのと、その暗雲の向こう側に太陽があるんだっていうね、暗雲をどんどん減らしていく作業みたいな感じなんだよな、煩悩即菩提って。日はまた昇ると。その向こうに光がある、うん、その確信で引き続き信じ続けていきたいと思いますけども、はい、いうことで周りの人たちを明るくできる、泥の中に埋まっとっちゃいかんねよということですね。まあ東京行って染まっちまったなみたいなこともなんかよく言われますけど何その若干昭和臭い感じよく言いますよね。まあまあ表現としてね、染まらないで帰ってっつってね、夏メロでありますけど、そういう感じわかるよ。要するに染まらないでってことですよ、泥に、そうね。でも染まっちゃいがちなんですよね、やっぱ普通に生きてると。東京が泥ってわけじゃないと思うけど、カオスではあるよね、人が多い以上は。汚い話もそれなりに多いと、他のところよりが多いっていうかね。人が集まればそういうのもいっぱいあるってことですよね。分母が違いますわ。でどんな権力者でもやっぱ染まっちゃいがちなんですよ。すごいいい人でもいつの間にか染まってしまってるっていうようなことってあるんだよね、現実ね。そうね。誘惑が多いですよ、やっぱ都会は。田舎の方に行けばやっぱ誘惑が少ないですから、染まりにくいよねそれは。でも大事なのは誘惑があったからっていう誘惑のせいにするんじゃなくて、誘惑があってもですよこれ、染まらない。誘惑って何ですか？何ですか？何です。誘惑は何ですか？誘惑は何です。あれですよ。だから我々はそれは稼ぎたいとか思うわけですから、お金をあげる的な誘惑と、あと地位とかあげるとかいう話とかの話ね、これが間なのかどうか、誘惑なのか、本当に評価してもらっていることに対してはそれは受け止めればいいと思いますけど、そうね。ここを見抜けるかってところで見抜けない人があっという間にこう染まってしまうというね。今なんて本当難しいですよね。このプラットフォームの YouTube もそうだけど、インターネットがあるからその情報がえぐいじゃないですか、情報量が。それを取捨選択して染まらないための、それは結構ハードモードな世界ですよね今は。そうですね。大変よ。何もしなければ染まらないけど、でもそういうわけにはいかない、もう情報が入らざるを得ないっていうか、状況になって強制的にね入ってくる世界だから、今こそ見抜く力が必要になってくるね。大事。染まらないための最初のコツとしては見抜けるかですよこれ。まずは自分をしっかり、自分軸もなんというかね、判断軸か。頭っていうかね、ある程度の知識で染まらないようにすることもできるが、もうどうしても本能に迫ってくるような誘惑に対して勝てるかどうかっていうのはまた別の話になってくるっていうことで、頭では分かってるけど、どうしてもっていうような内容、そこで飲まれちゃうと、あんなにいい人そうだった人が
堕落しちゃう、やべえやつになっちゃう、政治の世界で言えば分かりやすいかもしれんけど、まあそういう感じですよね。ここは本当そうなりますよね。リーダー層に上がった人、権力を持った人は特に注意していただきたい。私は前から言っている上岸西洋という本を読んでいただきたい。人は何度でも堕落する。そうね。そうならないための歴史本なんで。権力自体が悪くないけど、権力自体は悪くない。権力を使って何するかだから、ある意味権力があったら何でもできるみたいな、それを何でもできるで飲まれちゃうのよね。快楽に走ったりとかね、いうことになると人を裏切ることになるというか分断になる。上に行けば行くほど叱ってくれる、諭してくれる人がいなくなるからね。だから自我っていうか自分を律するための軸がないと、それは他人かもしれないし自分自身かもしれないし、僕はヘボメンタルなんで周りにそういう人がいないとすぐ堕落しますけどね。まあそんな、もう俺もそうだしみんなそんなようなもんですよ。もう仕組みで何とかしようっていうタイプなんで僕は。もう日々グラグラしてますからね。だけども、朝晩の題目があるからね、軸をこう戻せるというかいうことになってくるわけだ。そうね。もう本能に迫ってくるぐらいの強い誘惑に対して勝てるかどうかは生命力の話になってくるって話で、それは蓮華の生命じゃなくて無理だって話ね。泥に染まらない生命、泥に染まらない生命を引き出すっていうことがもともと宗教っていうか始まりなわけだ。これが今仏教とか言われてるけど、仏法って今呼んでるけど、その方法だから。これ染まらない生命があるっていうことを発見した昔の偉人たちがこれを伝えようとしてくれてるわけだ。それを引き継ぐんだって話ね。大事。めっちゃ大事。結局は生命的な話になってくるって話。まあそうですよね。頭でやれるところはやっぱ限度があるっていうね。まずそれでもやらんとかんけど、頭でも処理しんとかんけど、その先のものに勝てる絶対的な強さ、それを育むのが信心だぞと、だからこんな口うるさく言ってるわけだよね。創価学会員でもなかなか伝わりにくいとは思うけども、何回も何回も言うていくぞって話ですよ。ね。蓮華のような世界になっていくってことだ。蓮華のような世界か。目指せ白色。象徴だけどね、太陽とか蓮華も象徴だけど、そんなような世界になっていくことを目指して高専府日々励んでるわけだ我々ね。そうですね。いや蓮華深かったですね。深かったですね。これ踏まえてですわ。で十の菩薩って結局何なんて話になってくるけど、蓮華と十の菩薩はどういうつながりがあるのっていう話で、この十地20本はクライマックスに入っていくことになります。また次回お楽しみに。おつねおつもと。